ドラマ「降ったら土砂降り」が最終回を迎えました。一穂道先生の小説「降ったら土砂降り」、2人の後日談、メローレイン、藤沢和明のスピンオフ「ナイトガーデン」。このシリーズは直木賞を受賞した先生の代表作の一つです。このチャンネルは BL の話ができる友達がいない私の美貌録です。チャンネル登録をして興味のあるテーマの動画を選んで見に来てくださると嬉しいです。こんにちは、K です。ドラマ「降ったら土砂降り」が終わってしまいました。良すぎました。個人的にはこれほど毎週何度も見返して楽しみにして全7話7週間があっという間に過ぎ去ったことはなかったかもしれません。原作小説は既読です。一穂道先生の小説はどれも好きで、この作品も大好きな一つなので、ドラマ化の発表を受けてとても楽しみにしていました。キャストは総務部勤務の会社員半井製役に伊藤朝日さん、聖の会社の同期で営業部萩原和明役に武藤淳さん、聖がタワマンで同居している幼なじみの藤沢和明役に松本博樹さん、萩原和明が同棲している彼女水谷香織役に秋田しおりさん。4人ともキャラクターに合っていて、中でも聖の雰囲気や空気感がすごく良かったのと、聖と同居している和明もデザイナーっぽい空気感と潔癖そうな印象がめちゃくちゃ好きな感じでした。同僚の和明の方は最初は思っていたイメージと少し違っていたのですが、実際にドラマが始まって動き出すとキャラクターの良さが最大限に表現されていてすごく良かったです。勝手に身長差がありそうな漠然としたイメージだったのですが、同じくらいの身長で角度によっては聖の方が少し背が高く見える時もあって、これはこれですごく良かった気がしました。香りはまあ正直個人的にはどうでもいいのですが、説得力があって役柄のイメージにぴったりでした。脚本もとても良かったです。原作のポイントを抑えたセリフに世界観が完成されていた気がします。皆さんはどのような感想をお持ちでしょうか。ここからは各話を振り返りたいと思います。第1話、家電メーカーの営業部で働く萩原和明は同棲中の彼女水谷香織とのレスに悩んでいた。ネイリストの香織は和明の爪の手入れもするしハグもする。表面的には仲良くしているにもかかわらず、やんわり和明を拒み続け、並んだベッドの間が徐々に広がっていた。隣にいるのに手が伸ばせない和明は自分で慰めるしかない状況で切ない。ある日、会社で同期会の幹事を任され、店の候補を自分宛てにメールで送ったはずが誤って誰かに送ってしまう。届いた先は同期で総務部に勤務する半井聖だった。聖もまた同居中の幼なじみ藤沢和明との叶わぬ恋に悩んでいた。幼なじみで同居している2人は同じ寝室でベッドを並べて寝ている。聖の気持ちを分かっていそうなのに和明は気づかないふりをして距離を取っているように見える。聖もまた和明との妄想だけで自分で慰めるしかないという切ない状況。同じ和明という名前のアドレスのせいで届いてしまったメールにお詫びをしてそれに返事をしてという何気ないところから始まり、まさか連絡を取っている相手が同僚だとは思いもしない2人はその後もメールを送り合い何気ない会話をする不思議な関係になっていくという始まり。1話から攻めたシーンの数々もあっていい感じです。第2話、聖は自分の元から去ろうとする和明にすがっている夢を見る。目が覚めて隣で寝ている姿に安堵するも不安は拭えずにいた。誤送信メールがきっかけで何気ないやり取りをするようになった2人。聖と萩原は同じ会社で働き職場でも話をする2人だが、お互いにメールの相手だと知らずにいた。同棲中の彼女である香織や友人らとバーベキューに行った和明は友人が結婚するという話を聞くとレスである現実を突きつけられたように感じる。結婚のことを考えているのにお互いに言いたいことを言えずにいるのだった。そして顔も知らないメールの相手にその悩みを打ち明ける。珍しく会社の同期会に出席した聖とその幹事の萩原、普通に話す2人。一次会が終わって店を出ると雨が降っていて傘もささずに雨が珍しいと濡れている聖に萩原は傘を差し出す。マンションは雨の音が聞こえないという雨音だけを流しているサイトを勧める萩原だったが、
携帯を取りに戻るまでしなくていいと言ってセイは帰っていった。大学生の頃、両親を亡くしたセイに寄り添ってくれている和明。一緒に住んで、この先もずっと一緒にいてくれる。大事にしてくれる。でも抱きはしない。手すら握り返さない。そのずっとは優しく拒まれ続けるずっとで、2人がそれぞれじわじわと追い詰められていく様子がとても切ない2話でした。第3話、相変わらず香織の態度は明るく、和明は複雑なまま。和明に迫ったセイがいつものように優しく拒絶されてしまった翌朝、酔っていたと話題を避けてアトリエに出かける和明に一人取り残されたような気持ちでいた。そのことを間違いメールの相手に吐露するも、マジっすか、マジっすは男を好きになった告白をしてもメールのやり取りは変わらず続いた。和明は香織との出会った頃の楽しい時間を思い出し、やるせない気持ちになる。そんな中、休日出勤した2人は会社で偶然会い、同期会の店まで一緒に傘を返しに行くことに。返却し終え、店を出たところで雨が降り出してしまい、美術館で雨宿りをする2人。そこで見たとある作品に感じるものがあった2人はそれぞれメールの相手に思いを送る。送信と同時に着信。メールを開き、と顔を見合わせる。すかさず萩原が同期会の時に話した雨音のサイトを送ると、ふっと笑って「今かよ」というせいに萩原も笑顔。やっぱりこのシーンは良かったです。お互いの素性が分かった瞬間の演出が神でした。第4話、悩みを打ち明けていたメールの相手が会社の同期だったことに気づいた2人。気まずくなるかと思いきや、萩原はセイを食事に誘い、そのまま悩みを打ち明けられる関係になっていく。相変わらずお互いのパートナーにはその悩みに気づいてもらえず、モヤモヤした感情が続いていた。そんな中、足の指をぶつけ爪に亀裂が入ってしまったセイは萩原に勧められ、彼女のネイルサロンを訪れる。萩原の何が不満なんだろうと不思議に思うセイ。後日、セイからお礼のストームグラスが送られてくる。香織に誘われた和明は香織の先輩綾子の家に遊びに行くが、綾子と2人になった時に欲求不満を指摘され、同じ地獄にいると聞かされる。その夜、思い切って香織に迫ってみた和明だったが、いつものようにやんわり断られてしまい、限界を超えてセイに連絡すると、セイもまた和明に拒絶されてしまったタイミングで「電話して」と番号を送ってきたところで次回へ続く。2人の気持ちがすり減っていく様子を丁寧に描いています。見ていてしんどい。次回はついにという展開です。第5話、香織に迫って拒絶された和明はもう限界という思いを抱えてセイに電話をかける。土砂降りの雨が降る中、ホテルに向かった2人は一線を越えることに少し迷いを感じながらも、心を埋めるように体を重ねていく。2人の色気とかっこよさがやばかったです。バレない浮気という萩原と秘密が欲しかったというセイ。それでも朝、返したくないと言って抱きしめる萩原に「どうすんの俺たち、こんなんなっちゃってどうすんの?」というセイのセリフが原作のイメージにぴったりすぎて胸をつかまれました。降ったら土砂降り、俺たちのことみたいだという萩原。その後も2人は体を重ねる。和明が帰宅すると香織は実家に帰っていた。接待帰りの萩原のもとにセイから連絡が入る。急いで会社に向かうと ID カードを忘れたというセイがいて、頭ではダメだと分かっていながらもセイへの思いを募らせていく。2人とも完全に気持ちが持っていかれてしまった様子で、この先どうするのか。結局萩原は警備の人に連絡すると、自分ではドアを開けずに帰っていく。帰宅すると香織も帰っていてご飯を食べているが、ほとんど目を合わせないままシャワーを浴びに行く。携帯を見ない女だと言っていた香織が和明の様子がおかしいことに気づいて携帯を見て持って行ってしまった。セイから送られたストームグラスが割れていて、慌てて公衆電話からセイに電話をしたが、その電話に出たのは和明だった。気づかないまま一方的に話すと電話が切れてしまい、という怒涛の第5話。残り2話も楽しみすぎます。第6話、何も壊さないとは言ったものの
ふとした拍子に萩原のことを考えてしまう聖。帰宅すると和明から鎌倉に引っ越さないか提案される。鎌倉に引っ越したら萩原との関係も振り出しに戻れるのではないか。そんなことを考えていた中、和明に萩原からの電話を取ったという事実を聞かされ、正直に話した聖に和明は怒って携帯を壊し、聖を押さえつける。力ずくで襲いかかる和明に抵抗する聖だったが、今は和明とだけはしたくないと言ってしまう。もう戻れなくなる。どこに戻るっていうのか。怒り任せの和明だったが、翌朝後悔に打ちひしがれていた。もう一方の和明は香織にスマホを持っていかれたまま、昼休憩に事情を説明しようと聖を呼び出したが、電話に出たのは和明だったこと。萩原には関係ないと虚勢を張る聖の人事のような態度に寂しさを抱く。首のキスマークを見つけてしまい、手首のあざを見て聖の強がりを指摘するが、何もしてやれない。2人で会うのはやめようと言って去っていく。バイク便で会社にスマホを送りつけてきた香織。こんな状況になって初めて2人できちんと話をした。浮気相手が男だったことでもう無理と言われるも、耐えられないのは前からだろと和明を拒んで出て行かれた日、追いかけることができなかった香織。どんなに好きでも誰と付き合っても体の関係が嫌になり、どうしてもできなくなるという悩みを抱えていた。お互いの足りなかった言葉、話し合うことを避けて決定的な状況になってから初めてお互いの気持ちを吐露する。お互い謝り、和明からの言葉で2人の関係を終わらせる。結局はそれぞれの関係を壊してしまった2人。私が個人的に一つだけ思ったのは、和明が無理やり聖を抱くのはやっぱり原作通り後ろからが良かったなぁと思ってしまいました。あくまで個人的な感想です。好みの問題というより、後に萩原とのエピソードで。やはりネタバレはやめておきます。最終は香織と別れた和明だったが、あの日以来会社で聖とは顔を合わせなくなっていた。一方和明は家に帰ってこなくなり、聖は萩原への気持ちは寂しさから来る一時の気の迷いだったと思い込むようにしていた。そんな中、聖は同級生の平岩と久々に会い、萩原が平岩とつないでくれたことを知る。帰ってこない和明のもとを訪ねる聖。和明は自分にとってすごく大事な人で、それは今も変わらない。でももう戻れないと思うということを伝える。和明は子供の頃からずっと聖が特別な意味で好きだったことを告白する。ただの友達でもそばにいられるだけでいいと思っていた。聖の両親の事故の日、手を振ったら止まってくれ、その後すぐ事故に遭ったことで自分が引き止めたことが原因だと罪の意識を抱えていた。いっぺんに両親を亡くし、打ちのめされた聖には言えずにいた。聖の世話をして友達からも遠ざけ、自分に依存することに安堵していた和明。聖が自分のことを好きになったのは両親の死の上に芽生えた気持ちだからと思う一方で、何もなかったことにして何度抱いてしまおうと思ったかわからない。でも結局は何もできずにいた。今でも好きだという和明に、聖は事故は誰のせいでもなく、最初から運命は決まっていたといい、これからは俺を支えてくれた力でちゃんと自分を幸せにしてほしいと伝える。和明が流した一筋の涙が美しすぎました。和明にも幸せになってほしい。個人的にはこっちの和明の方が好みです。萩原と聖、間違いメールから始まった2人の関係。萩原に会いたい、メールがしたい、声が聞きたい。半井さんに会いたい、飲みながら一緒にどうでもいい話をして笑いたい。キスしたい、セックスしたい、抱き合いながら雨の音を聞きたい、好きだと言いたい。それぞれ思いを抱えつつも顔を合わせずにいた。閉館すると聞いていた美術館で最後にもう一度あの作品を見ていた萩原。外に出ると雨が降っていて、走ろうとしたところに傘を差し出す聖。お互いの気持ちを確認して綺麗なキスシーンで終わってしまいました。ほんと良すぎました。あっという間の全7話。ずっとニヤニヤしていて気がついたら頬が筋肉痛。今までで一番何度も見返している作品になりました。皆さんはドラマ
降ったら土砂降りはいかがでしたか？同じく良かったという方はぜひいいねで教えてください。周辺情報を収集していないのと BL の話ができる友達がいないので、良かったポイントなどをコメントに残してくださると嬉しいです。チャンネル登録と高評価は動画作りの励みになりますのでよろしくお願いします。原作が大好きな作品なのでこれから久々に全部読み返します。降ったら土砂降り When it rains, it pours。 泣きっ面に蜂や悪いことは重なるという意味で、一度悪いことが起こると次々とさらに悪いことが起こるという状況を表す英語のことわざで、基本的にはネガティブな意味で使われることが多いです。悪いことが重なったとはいえ、この2人にとっては悪かったとは言い切れない展開で、土砂降りの雨も2人をつないでくれた一つのアイテムになりました。メローレイン、降ったら土砂降り。これはその後の2人を綴った短編集。これからの2人がどのように歩んでいくのか、もしまだ読んでいない方がいらしたらぜひ読んでみてください。いつまでたっても萩原、半井さんと呼び合うのは変わらず、たまにみなし敬語が出る関係性は続きながらも、2人の気持ちがどんどん固まっていて幸せな2人に会える一冊です。そしてこのナイトガーデン、これは降ったら土砂降りから1年、消えない傷を抱えた和明の愛と再生の物語。それまで性をイメージしてデザインしてきたために、長らくプロダクトデザイナーとしての仕事ができなくなって休業中の和明。静かな山の中で祖父と暮らす津和吹衆のもとに、祖父の昔の教え子だという男藤沢和明が訪ねてくる。このまま一生山を出ずに生きていく、そう思っていた自分はなんて狭い世界しか知らなかったんだろう。生まれて初めて触れた人の肌の熱さに和明への思いを自覚する柊。だが彼の瞳はいつも柊ではない誰かを見ていた。このスピンオフもドラマ化してほしいくらいです。こちらもまだ読んでいない方がいらしたらぜひぜひお手に取ってみてください。ドラマの余韻のまま私は久々に原作を読み返したいと思います。ドラマの後に読むと役者さんたちのイメージが脳内に投影されそうで、それもまた楽しみです。 BL 日記。初めて読んだ一穂道先生の小説はデビュー作の「雪よりんごのかのごとく」でした。そこからハマって作家買い、読み返したい作品が山ほどあります。大人の日常を綴った BL 小説が好きなので読みやすいです。シリーズものが多いので一度読み始めると時間がいくらあっても足りない。とりあえず通勤の往復にイエスかノーか半分か世界の真ん中を聞き返そうと思います。